学生に読んでほしい漫画だけで最強の本棚作ってみたということで、今日はここにまだ何も入ってない本棚を用意しました。今日はこの本棚に僕が学生時代に読んでよかったなって思う漫画とか、逆に大人になってから読んでもっと早く出会いたかったなっていう漫画とかを入れていこうかなと思います。で、今学生の方で次何読もうかなって迷ってる人は、もうこの本棚完成したらもうこの中から次に読む作品選んでくれたらいいかなと思います。で、大人の方も、久しぶりにちょっと懐かしい気持ちになりたいなって方とか、青春のエネルギーを感じたいなって方とかはこの本棚参考にしてもらえたらいいんじゃないかなって思います。はい、ということでもう早速何入れていくか考えていこうかなと思います。はい、ということで1つ目何入れていこうかなって考えたんですけど、もうやっぱりスケットダンスですね。もうこの漫画は外せないですね。簡単に内容を説明すると、学校の困りごとを解決する助っ人団の3人が、依頼を通して、笑いあり涙ありの学園生活を送る日常コメディですね。いや、もうこの漫画にはね、学生生活の理想がもう全部詰まってますね。学校生活のくだらなさとか、友達の大切さとか、誰かを助ける優しさとか、もう全部入ってるんですよ。だからもう読んだことない人はもう絶対に読んでほしいですね。僕はもう小学生の時からずっと大好きで、大人になった今でもたまに読み返すぐらい好きな作品なんで、もうこれは絶対入れたいですね。はい、ということで本棚に入れていきます。ちなみにちょっと自慢なんですけど、スケットダンス全巻初版帯付きなんですよ。これ宝物ですね。いや、改名ロックフェスティバルめっちゃ好きですね。未だにボストンのセリフに助けられてますね。はい、で次なんですけど、次はやっぱ暗殺教室かな。落ちこぼれクラスの生徒たちが、謎の生物コロ先生を暗殺するために成長していく学園物語ですね。まず謎の超生物のコロ先生を卒業までに暗殺しないといけないっていう設定が面白いんですけど、登場人物全員にエピソードがあって、落ちこぼれって言われてた生徒たちが自分だけの武器を見つけて卒業していくストーリーがめちゃくちゃいいんですよね。学生時代って成績とか周りの評価で自分の価値を決めてしまうってことよくあると思うんですけど、この漫画を読むと今の評価だけで自分の価値は決まらないんじゃないかなっていうことも思いますね。これは学生に読んでほしい本棚に入れるべきやなって思います。はい、暗殺教室入れていきます。はい、最終巻もねほんまに良かったですよね。王道やけど読んだことない人は絶対読んでほしい作品ですね。まずスケダンと暗殺教室、王道なんですけど外せないですよね。で次はやっぱバクマンかな。僕何回も言ってるから、いや好きやから入れてるやんって思われそうなんですけど、いやもう別に僕が好きとか関係なくバクマンは絶対学生のうちに読んだ方がいいです。やっぱり夢を追うことの熱さと好きなことを仕事にすることの難しさの両方が描かれてるから、学生のうちに読んでおくべきじゃないかなって思います。はい、ということで今3作品入りました。でとりあえず王道の3つは揃ったんで、この後何入れていくかですよね。ちょっとラブコメがないんで、やっぱラブコメ入れたいですよね。で、ラブコメの候補はやっぱりこの3つかな。いちご 100% とトラブルとニセ恋、この3つのうちのどれか入れたいなって感じですね。やっぱり僕ジャンプオタクなんで、学生時代はほとんどジャンプのラブコメ読んでたんですよ。だからこの3つの中からちょっと選びたいなと思うんですけど、なんか一番その青春っぽいのっていうんだったらニセ恋かなと思うんですけど、でも個人的に推したいのはいちご 100% ですね。一番好きなのは僕トラブルなんですけど、でもいちご 100% は、トラブルみたいにお色気もありつつ、映画作りとか結構青春を感じる要素も入ってるんで、学生におすすめっていう点では結構ベストなんじゃないかなと思いますね。あと個人的にラブコメのトップ2がトラブルといちご 100% なんで、今回の本棚にはいちご 100% 採用しようと思います。ただのお色気ラブコメって思っている人はもったいないです。ちなみにいちご 100% の推しはさつきです。はい、ということでいい感じですね。次はやっぱスポーツかな。でスポーツはパッと思いついたのが、やっぱアイシールド21とかスラムダンクとか配球とか、ここら辺が無難っちゃ無難かなと思うんですけど、でもいやもう知ってるわって思う人結構多いと思うんですよ。なのでさっき挙げたやつとは違う作品にしようかなって思います。はい、ということでスポーツ枠なんですけど、スポーツ枠はやっぱこれにしようかな。ルーキーズ。
問題児だらけの野球部が熱血教師の川藤と出会って更生していく物語ですね。もう失敗しても周りの環境でやり直せるっていうのを感じられるというか、そういう熱さを感じれるんでぜひ読んでほしいですね。ルーキーズは有名なんですけど、少し古い作品なんで、読んだことないって人もいるんじゃないかなと思うんで、今回この本棚に入れようかなと思います。はい、ということで半分埋まりました。で、半分がジャンプ作品になっちゃいましたね。でもちょっと次からジャンプ以外の作品入れていこうかなと思います。で、今パッと思いついたのがこの本棚の後ろのこの本棚にあるんですけど、こちらですね。4月は君の嘘です。ピアノが弾けなくなった元天才少年の有馬昴生がバイオリニストの宮園香織と出会ってもう一度音楽に向き合っていく青春物語ですね。これは学生に読んでほしいというか、もう全人類に読んでほしいですね。ラストはね、ほんまに胸がグーってなりましたね。全11巻で読みやすいんで、これは入れないとダメですね。で、この後ろにあるんですけど、ちょっとここから取って入れます。はい、で次の漫画はこれですね。声の形入れようかなと思います。声の形も泣ける漫画として有名なんですけど、テーマは考えさせられるというか、ちょっと重い部分もあるんですよね。男の子の方の石田翔也くんが耳の聞こえない西宮翔子ちゃんを傷つけてしまって、そこから彼女とどう向き合っていくかみたいなお話なんですけど、結構考えさせられる部分は多いですね。学生時代って、自分は傷つけるつもりなくても、周りに流されたり、見て見ぬふりしてしまうこととかってあるじゃないですか。そういう繊細な部分を考える漫画として学生のうちに読んでほしいなって思いますね。なので今回この本棚に入れようかなと思います。全7巻なんでぜひ一気読みしてみてください。結構いい感じになってきましたね。で、今のラインナップは結構万人受けというか、漫画好きならもうほとんどの人が挙げるような作品を結構入れたんですけど、今からハヤンズセレクトというか、僕の色を出していこうかなって思います。で、何入れようかなって考えたんですけど、パッと思いついたのが、この本棚の後ろの本棚に入ってるんですけど、こちらですね。電波教師です。やりたいことしかできない天才オタクの鏡純一郎が、教師として働くことになって、そこの学校に通う生徒たちの悩みとかに向き合っていくお話ですね。普通に学園コメディとしてめちゃくちゃ面白いです。あとは自分のやりたいことをやってもいいんだよっていう風に自分の好きなものを肯定してくれる感じがあって、そういうところも結構学生におすすめかなって思います。僕がめちゃくちゃ好きっていうのもあるんですけど、もうぜひ皆さんに読んでほしいんで今回入れようと思います。はい、で残りあと2段になっちゃいましたね。はい、次は、さっきの電波教師が、サンデーの作品やったんですけど、サンデーつながりでもう一個おすすめしたい作品があるんで、それ入れようかなって思います。でそれがこちらですね。湯上くんには友達がいないです。この漫画は友達がいない湯上くんが自分のペースで学校生活を送る日常コメディです。全16巻で完結してるんですけど、アニメ化はしてなくて、知る人ぞ知る名作って感じじゃないかなと思います。どうしても学生生活って周りに流されたり周りに合わせないといけないと思うこと結構多いと思うんですけど、この漫画読んだら、周りに合わせなくても自分のペースで生きていったらいいかなって思わせてくれる、そんな漫画ですね。はい、であとちょっとなんですけど、何が足りひんかなって考えた時に少女漫画って足りひんなって思ったんで、少女漫画入れていきます。で少女漫画枠何にしようかなって考えたんですけど、青ハライドとかオーラン高校ホストクラブとかおすすめの少女漫画結構あるんですけど、やっぱり君に届けかな。君に届けは、関数は多いんですけど、外せないですね。やっぱりもう青春系の少女漫画の中で一番好きです。いい感じになってきたんじゃないですかね。であとこの本棚に何が足りひんかなって考えた時に、純粋なギャグ漫画足りひんかなって思ったんですよね。スケットダンスとか電波教師とかもコメディ作品ではあるんですけど、もっと純粋なギャグっていう作品があってもいいかなと思ったんで、こちら選んでみました。2のフェーズ攻略ですね。この漫画は田舎から出てきた女子高生の主人公が都会の高校に入学して、そこで初めての自己紹介とか友達ができるまでの休み時間とか、そういったところで流れる気まずい空気というか微妙な空気を頑張って攻略していくお話ですね。初めてのクラスで最初の自己紹介の時とか、その自己紹介である程度キャラが決まっちゃったり、
クラスでの立ち位置とかが決まっちゃったりする時とかあると思うんですけど、そういうシーンを笑える形で描いてくれてる漫画ですね。王道の名作ってわけではないかもしれないんですけど、学生に読んでほしい本棚って考えた時にこういう作品もありかなって思ったんで入れようと思います。はい、ということでほんまにあとちょっとだけなんですけど、あとはどうしても入れたい作品が2つあるんでそれを入れようかなと思います。でまず1つ目が君と宇宙を歩くためにです。この漫画は普通に勉強したり普通に働いたり普通に人と関わったり、そういうことが当たり前に求められる中で、それが普通にできない苦しさみたいなのが繊細に描かれています。でもこの漫画はただできないことをかわいそうに描くんじゃなくて、できないなりにも工夫して前に進んでいこうとするんですよ。そういうところがめちゃくちゃいいんですよね。周りと比べて自分だけ普通にできないって感じたことがある人とかはぜひ読んでほしい漫画ですね。もう心が優しくなります。でもう一つが黒歴史クラブですね。この作品は前にも一番推してる漫画っていうことで紹介したんで知ってる方もいるかなと思います。もうほんまに大好きですね。もう学生時代に読みたかったっていう作品です。今は自分が好きなものを大切にしたくなる、そんな漫画ですね。でちなみに今2巻まで出てます。今ならすぐ追いつけるんでぜひ読んでみてください。はい、ということで本棚が完成しました。いや結構いいラインナップになったんじゃないですかね。学生の方はもうこの中のどの作品読んでも学生生活の中でヒントになることがあると思うんで、まだ読んだことない作品がある人はぜひ読んでみてください。大人の方も大人になってから気づかされることとかもあると思うんで、もうぜひ読んでみてください。戻れるんだったら学生に戻りたいですね。スケットダンスとか暗殺教室とかバクマンとか読んでた青春時代に戻りたいですね。今回はその学生におすすめの漫画っていうことでこの本棚作ったんですけど、また別のテーマで、いろんな本棚作っていこうかなと思うんで、やってほしいテーマとかあったらぜひコメントで書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回の動画が面白かった、参考になったっていう人はチャンネル登録、高評価、ハイプもよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。